自分の中でもちょっとこうものを作っていてちょっとこうなんだろうな、なんかこう分裂するような瞬間というか、自分ってどのぐらいの感じなんだろう、このなんていうのか、いろんな要素が自分なりに感じるいろんな要素がたくさんあるんじゃあるんですけど、っていうのはなんていうのかな、もっとその情熱的にもっとその、動的に、もっとその叫べるだけ叫びたいというか、笑えるだけ笑いたいっていう部分とは別にすごく静かでいたいとか、すごくなんだろう、おとなしくしていたいというか、そのなんか対称性というのか、そのどっちも好きだけど、なんだろう、でもその人間同時にそれを叶えることなんてできないですし、なんか混ざり合ってのことではあるとは思うんですけど、それがその塩梅っていうのか、そのバランスっていうのが未だに自分自身としても分かっていないっていうのはありますね。ちょっと本当に自分自身としてもよく分からなくなる瞬間があって、それがそういったものがこうなんだろう、具体的にじゃあ何かと言われるとなんですけど、なんか無意識化にもなんか作品の中になんか混ざり込んじゃっているのかもしれないなっていう気はしますかね。小さい頃からアニメはよく見ていたんですけど、それもいろんな本当に日本で作られているものもあれば海外で作られているものも何でも、でもまあ強いて言えば特に子どもの時によく見ていたものといえば劇場版のドラえもんであったりとか、あとはジブリの中でも天空の城ラピュタっていう作品があったかと思うんですけど、あれも何度か繰り返しで見ましたし、トムとジェリーとかもすごく大好きでしたね。そういうのを幼少期からよく見てはいたんですけど、ただそれとは別個でまさかアニメを作ることにはなるとは思わずに、純粋に単純に絵は、よく描いてはいたんですけど、具体的なきっかけは高校生になってから、地元でアニメーションのワークショップみたいなものがありまして、厳密に言うとですね、アニメーションではなく本当は映像全般のワークショップだったんですけど、そこでまずは自分でカメラで撮ったものを映像として編集してみようっていうことだったんですけど、途中から自分の方で元からアニメが好きだったっていうのもあるんで、ちょっとアニメを作らせてもらえないかっていうことで作ってみたら面白かったですね。大学の時にアニメーション学科がある大学、そこで、アニメーションをいろんな素晴らしい先生方がいたんですけど、そこでなんかいろいろとこう盗みつつも技術を盗みつつも最初に作って知ってい
ただくきっかけになったのが「その文子の告白」っていう大学の、3回生かの時に作った作品があります。特にその最初は大きなことはあまり考えずになんとなくやりたいなって思っていたことを、あとはまあなんでしょうね、学生っていうのもありますしね、もう衝動っていうところも大きいでしょうし、っていうのと、あとはそれもそういう学校ならではかもしれないですけど、何よりも作ろうって言って誘ってきてくれた子がいたもんですから、それで本当はその時作るつもりはなかったんですけど、いざ誘われるとじゃあやってみるかっていうことと、その衝動といざ作り始めたらその衝動が勝って、こういうのは面白いなって思うことはなんかこう本当に衝動に身を任せてわーっと書いてましたね。ちょうど時は大学で漫研にも入ってたものですから、個人的に本当に拙いながらもちょっと漫画を描いたりとかもしつつでいろいろあった時期だったんですけど、それでもその合間合間で時間を作って、もう授業が終わったらすぐに家に戻ってそれでずっと書いてましたね。でそれが略歴としてはなぜ最初かというと、やっぱりあれがその当時、出てきたばっかりのYouTube だったりとか、あと日本でも当時すごく流行ってたニコニコ動画っていうサイト、ああいうのが結構出てきたばかりで流行ってたんですけど、そこに投稿してみたらまあなんかちょっと自分でもやっぱり驚くほどの反応があったもんですから、最初からいろんなコンペに出すことも想定してたんですけど、そういうものにも出して、そこでもやっぱり思ってたよりも反応が良くて、世間様には知ってもらうきっかけとしてはあったかもしれないですね。それがおそらく最初でしょうね。レインタウンっていう作品が終わった後はちょっと個人的に勉強したいというので一回大学に残っていたんですけど、ただ大学のその先生が杉木三郎監督っていうすごく有名な監督がおられるんですけど、その監督が東京で劇場作品を作っているっていうことで、それでちょっと手伝ってみないかということでそこで初めて、こっちの関東の方に出てきました。正確には埼玉県の方のスタジオの方に行くことになりまして、そこでもうほとんど住み込みに近い形で、手伝ってましたかね。あれも大変な時期でしたけどすごく勉強になって、でまあそこで得た知識得た経験っていうのをもとに結局その後にすぐに、オリジナル作品っていうのを作ることになっちゃったんですよ。自分としてはまだ全然こっちの上京してきたからには多分いろんなところでそれ相応に勉強した上でいずれ作品をっていう思いはあったんですけど、ここぞっていうタイミングで声をかけられちゃうんですよね。ちょうどそのタイミングでコロリドっていう会社、その時はまだ2名しかいませんでした。そこに3人目として、しかも、その実際の書き手としての社員としては第1号になりますかね、として誘われたんですけど、それはもう本当にまだそのぐらいの始まったばかりの
会社で、自分がそのクリエイターの方の第1号っていうのでもうどうなるかもうさっぱり読めない会社ではあったんですけど、面白そうだなっていうのは、それに正直その時先ほどもお話しした通り、そのまま例えばそこに働いてた場所で、残って修行するっていう手もすごく考えましたし、それでもその現場におられた、同じ大学の先生、前田先生っていう方がおられたんですけど、なんかここに残ってやるべきか外で挑戦してみるかっていう時に、背中を押してくださいましてだいぶある時は悩んだけど、でもそれでコロリドで作ってみることにしましたね。早い話がというか、最初に作った作品っていうのが「日向の青しぐれ」っていう作品でした。コロリドに来てから初めて作ったそのオリジナルの短編アニメーション18分ぐらいの作品なんですけど、それも自分がその大学の頃に持ってた衝動っていうものとか気持ちをどれだけ乗せられるかっていうことっていうのがまた大学生の時とは違う形で、だけどある程度のものはなんかこう気持ちを思い出しつつ作った作品だったので、これもちょっと今見ると結構なんか若気の至りだなっていうようなとこで作ってた作品ですね。本当に何でもない内容ではあるんですよ。一人の小学生の男の子がいて、その子が思いを寄せるその女の子が転校しちゃうっていうんで、なので最初はその気持ちを伝えられずに諦めそうになるんですけど、でも意を決して走り出して最後にその女の子の元へ走っていけるのかどうかっていう、それだけではあるんですよ。でもその当時の悩みつつもその覚悟を決めて仲間も集めつつ作りきるんだっていう、しかもそれが商業の初めての作品ですからね。気持ちはその今までのその作品以上に学生作品以上にそのプレッシャーはやっぱりかなりあったのでで関わってくれてる人の人数も結構多くなってくればくるほど応えたいしいいものをしたいっていう思いを込めてたわけで、その時感じていたそういう思いっていうのを乗っけるためには十分、そしてあとはシンプルに最後まで走りきれるかっていうとこだけでやっていましたね。それはなのでちょっとあれもやっぱりとても忘れがたい作品でしたし、ギリギリ粘って会社にも2日泊まって1日帰ってみたいな生活をずっと繰り返していて、毎日銭湯に通うみたいな、同じ釜の飯を食いながらみんなで作るみたいな、割と本当に学生っぽいような作り方してて大変でしたけど、やりごたえはありましたし、時の結局メンツっていうのはある程度残っていて、なんか本当にかけがえのない思い出ですね。でしばらくは短編作品をいっぱい作っていたんですよね。海外を舞台にして一人の女の子がこう走り回る椅子があるんですけど、その椅子とともになんかこう成長していくっていうようなノイタミナのオープニングアニメーションを作ったりで、そんなことをやってる間に自分の方でも徐々にプレッシャーがあるわけですよ。というのはつまりはそういう短編作品ばっかりじゃなくて長編作品を会社としては作ってほしいっていう、会社として回していくためにはそのお金が必要でそのためには短編作品だとちょっとその予算的な都合とかでお金を回しづらいっていうのもあったと思うのでそれで長編を作ってほしいっていうのがちょいちょいあったんですよ。ですけどとてもその時本当に小規模で作っていた、かつ自分たちの技術的な問題っていうのを踏まえてとてもやれるイメージは湧いてなかったのでなんかそこそこ避けて回ってなっていう、その1作目に行くまでにだいたいそうだなこれでは2012年から
始まっているので、そのペンギンハイウェイを作り始めたのが、いつだったかな、16年ぐらいから始めてるんで、そこに行くまでにもやっぱ4年ぐらいは経ってるってことですね。2019年の、頭にはもうその次の、作品のことを考えようかっていうふうに話が移っていっちゃったんですよね。これまたちょっと怖くてですね。っていうのをそれはペンギンの時から言われてたことですけど、できればオリジナルでなんか作らんかっていうのは、次こそあんまり逃げられないのかもしれないなっていうのは結構怖さとしてはありましたね。ある時に、何をきっかけだったか、とりあえず自分の今までの作品の傾向で少年少女、しかもそれを大体小学生っていうことと、その小学生が何かしらの冒険をするっていう、その子どもたちが一体どういう旅をするのかっていうところで、なんか自分から出たポットでのアイデアであったのが、団地が海の上を漂流する。でそこに子どもたちが乗り合わせてしまった。この子たちは一体どうするのか、どうやって生き延び、どうやって帰ることができるのか。自分でもこの長編を作ることはもう怖いのは当然なんですけど、ただ進むしかないっていう、その時にある意味その退路を断つ、もうやるしかないっていう気持ちを入れるためにもまずは形から入るっていうのも昔からよくあったんですよね。そんな勢いで以前からその団地っていう存在自体にも興味があったのもありますし、タイミングもちょうど良かったっていうのももろもろ込みで、もう退路を断つ意味で作るしかないっていう意味で、住んでみましたね。なんだろう、それに普通に実際に映画を作る。で何よりもそこを舞台にして、そしてその舞台場所にまつわる思いっていうものを書くっていう、作品を作るならば、まずは何よりもそこに住んでみるっていうのは、いろんなことが今まで見えてこなかったものがなんか見える気もしましたし、実際に実際絵を描くときに自分が普段見ているもの、っていうものを素直に取り込んで、画面に反映させればいいっていうことにもなるんで、それはすごく何をおいても映画のためになりますし、お金のこととかそういう引っ越しの面倒さとかなんかもあともっと会社に近い場所もあったんですけど、でもそういうことよりも、そういうことを手間暇をかけてでも自分はやれる限り映画に没入したいんで、それを最低限やんないととても人様に見せられる作品にはならないっていう感覚も
あるはあるんで、そのなんか変な話、その団地で引っ越さないと映画ができなかったっていうこととはちょっと違うんですけど、ただ姿勢の話で一つの象徴として確かにあったことかもしれないですけど、それに始まってそれ以外のことも、生活の一つ一つとか、自分がその身の回りでアンテナを立てる方向性とか、あとはその仕事中の純粋にその集中力っていうのとか、そういうものはもう全部本当にいざ始まったらもう作品にほぼほぼ全てを捧げるっていう。作りながら考えていたこと、そこだけはこだわっていたんだろうなって思い返すと2つほどあった気はしますね。まず、この漂流団地っていうこの団地が漂流している、そしてその団地っていうものがこの登場人物にとってとてもかけがえのない場所だったっていう部分におけるその場所にまつわる思い、でそれをどういうふうに描くのかっていう点と、そしてやっぱりもう一つがこの、主人公の、康介とそして夏目とのその2人の、関係性で、その2人に、託した思いっていうのが、結構あったような気がしますね。まずその場所についてっていうのはきっとその誰にとってもなかなか忘れられない、そういう場所っていうのが大切にしていた場所っていうのがきっとあるはずだと思うんですよね。それで自分にとってもそれはもうたくさんあるわけで、特にその幼少時代に過ごした愛知県のとある田舎町なんですけど、そこで育ってでそこでいろんな経験をしたっていう、その大切にしたいんだけれどもしたい気持ちと同時にでもそれなんだろうな、今の自分の置かれている状況ですけど、その東京に来て、それで、こっちはこっちの生活をしながら前を向いていかなくちゃいけないっていう時のなんだろう、大切にしたいけどだけどちょっとこうそれを背にして、違うところに向かなくちゃいけないっていうような、そういうなんかこうぼんやりとはしてるんですけど、そういうところに、何かなんか気持ちの整理をしたかったっていうのもある気はしますし、それに本当にたまに実家に帰るとその大切にしていた場所、なんかこう秘密基地を作ったりなんか鬼ごっこをしたりとかっていうようにここ遊んだなっていう場所や、それこそ建物がなくなってたりするんですよね。そうなった時にやっぱりその時間の経過を感じますし、なんかあれだけ、そこに対してのその自分の思い出が、あって、その場所にこそそれが宿ってたっていうのはそこに行くと思い出しますからね。でもそのよすがになってたものがなくなってるっていうのは人並みにはちょっと寂しくはなりますよね。本当に今回の作品ではそれが団地だったっていうことですけど、きっとそれは誰にでもいろんな形いろんな場所であるはずだとは思うので、それが何かこう共通項としてなんだろうな、みんなにも共感っていうのがなんか伝わる形で何か書けないかなっていう点はその最初の企画段階の時からあった気はしますね。で、康介と夏目っていうのがまさにその漂流団地っていうっていう企画が決まった当初から
ずっと最初からいた2人なので、この2人を描いてみたいっていうふうに決めていた2人だったので、かつ今お話ししたその場所にまつわる思い、それをその作中で一番誰よりもひしひしと感じながら、それにをどう飲み込めばいいのかすごく悩んでもがきながらっていうことになる2人なので、この2人にもその思いを託すようにいろいろ苦労しながら書いたのは覚えてますね。この話のトリガーになるその夏目っていう女の子がとてもこの団地っていう場所を大切に思っていたので、まだ小学生っていう年齢でそこに対してとても自分一人では飲み込めない、それが失われるっていうことに対して飲み込めないっていう状況で、どうすることもできずにその助けを求めるっていうこともできずに、だからずっと閉じこもってしまうっていう状況があったわけで、そういう子をなんとかつなぎ止めたいっていうその気持ちをなんとか救ってあげたいっていう、本当にただその一心で康介という男の子の目線を通してそれをどういうふうにつなぎ止めるか救うのかっていうことは本当に、何をおいてもずっと気にかけてたところでしたね。それに本当に作りながらもうちょっと全然自分でもあんまり本当に冷静になれない場面もちょっとある種入り込みすぎてちょっとよく分かんない状態で作っていたところもあったので、結局今回のオリジナルが初っていうこととかそのリモート状況下での全然コミュニケーションが取れない中での制作とかいろんなことが相まって自分自身としてもこれはなんとか前に進めないんだけれどもこういう思いがあるんだけれども、でもそれでもなかなか進むことができないっていう状況が結構あったもんですから、それでなんとかやり通しはしたものの、その自分がずっとなんか一人でってやってた時のしんどさみたいなものに対して自分はもうこれはもうこの今の状況、このご時世ではもう何ともできないけど、自分はこれであってもだけどそれでもせめてこの康介と夏目の方はせめて救われてほしいなっていうこの2人には本当にだっとかつながり合って支え合ってこの先も進んでいってほしいなっていう、自分がちょっと心の部分でちょっとうまくいかなかった部分をせめてこの2人に託したっていうようなところで、もう本当に全然冷静に多分慣れてなかったです。もうある意味ちょっと作り方としてはあんまり良くはなかったと思うんですよ。ちょっと破滅的なでもそれでもなんとか、最後まで走り切ってこの2人は今の自分ができうる限りには救うことができた気はするので、それだけでもなんとかなったかなっていう気はしますし、あえて主張するテーマといえばそういったところがあったのかもしれないですね。